まずはシャーシから塗っていきますね。今回シャーシはちょっと違う塗り方をしたいと思いまして、車体画面真っ白じゃないですか。こう裏返してみた時にすごくさらっとしてるというか、すっきりしてるというか、なのでちょっとリアルじゃないんですよね。ですからその影の部分をちょっと通常と違うモジュレーションといって影は影で違う色で塗っていくという方法ですね。ただ暗く塗るのも芸がないので違うアプローチをしてみたいと思います。ちょっとごめんね、こんな汚い手袋でさっき、缶スプレーから棒出してて手袋そのままです。で塗るのはクールホワイト、ミスターカラーの GX クールホワイトで、この辺ゴールドだったりシルバーだったりするんですけど、とりあえず全部白で塗っちゃいます。で光の入ってる方向から、色を吹きつけてきます。だからほぼ横からですね、正角度で光、白を塗っていくんですけど、で次に、影の色を、作ってる、言ってみれば艶ありのブルーグレーみたいな色が欲しいんですよ。でこれじゃあただの水色、いやもうちょっと赤入れた方がいいかな。青がやっぱり強いね。これだとグレーにしちゃうか。グレー混ぜちゃいますか。グレー多少艶消えてもねいいかなという感じもしますけど、これぐらい塗ってみるかな。でこれは 0.2 ミリで塗ります。いやーちょっと青すぎるかな。もうちょっと赤混ぜるかね。こんな色です。こんな色。この方向から光が入ってるんですよ。こういう向きに。で実際も道路があって、この薄い隙間から光がわずかに入る程度なんですけど、でそれで影ができるところに、色をのせたいと。まずこのトンネルの前半分はシルバーとゴールドかななんですけど、薄く入れる程度。わあ微妙だな微妙だな。いやこんなんやんない方がいいかもしれない。これに黒を重ねます。黒じゃない、白を重ねます。しまった、ビデオ撮るの忘れてた。もう塗っちゃいました。上から白をこう両側からと、あと上からざーっとかけて、この感じですね。艶は両側からこうやってるんで艶は落ちちゃうんですけど、そもそもが下回りってそんなに艶はないと思うんですよ。なんだろう、防水塗装かなんだかやってると思うので、
実際にボディ側に塗る塗料とはちょっと違うと思うんですよね。防水塗装の上から多分ボディカラーをしてると思うので、そんなに艶はないと思うんですよ。なのでこんな感じでいいのかなという感じがしますね。厚みは出たと思います。そこそこ。厚みっていうか視覚的な厚みね。この辺にしときますか。面白いかもしれないということをやってました。次室内ですね。一回これジャーマングレーでやっぱり塗って、でここに白をかぶせていきます。運転席がこっちだから、運転席シートが乗ってある方は特にあんまり白くはしない。で今振りかけてるこの白くなってきたところというのがあれですよ、光が入ってるところだから、そこを中心に色を今度のせていきます。細吹きができれば細吹きでいいと思います。多分ここが一番明るいと思う。こんな感じですかね。ジャーマングレーですね。車体色を塗っていきます。で缶スプレーの中の塗料っていうのはエアブラシに適した濃度になっているので、特にシンナーで薄める必要はないようなんですよ。そのまま塗っていきます。あとはそうですね、なるべくこの後中取りをするんで、多少ざらつきは出てもいいんですけどね。どのみち色自体が艶消しなんで、ただやっぱりエッジの部分をある程度厚みを持たせたいので、まず今エッジの部分中心に塗ってるんですけどね。もし万が一クリア破っても下のジャーマングレーの層が多少でもあれば違うと思うんですよ。で今この前後方向に色をのせたんで、次は横方向とこの縦斜め方向というか、それでやるんですけど、もう一回その前にエッジの部分を塗ります。で0.5 ミリで塗ってるんで、そんな細吹きも効かないんですけどもね、一応ちょっとニードルの引きは少なめにして塗ります。ちょっとゆっくりでもいいと思いますね。細吹きの時は。でいつものようにツヤが見えないので、ちょっと塗りにくいかもしれない。で吹き始め今やってるみたいに車体の外側
塗料がかからないところで拭き始めて、大きい飛沫が飛ぶのを予防します。で次がこの横方向ですね。縦横分けるのはムラをなるべく作りたくないんで、縦横の順番がいいでしょうね。横だから、そうだ、さっきこれ間違えたな。バンパーの部分がそんなに0.5 なんでね、ある程度その幅があるじゃないですか。だから別に人によっては特にそんな縦横気にしなくてもいいんじゃないっていう人もいますよね。そのあたりは好き好きな塗り方になると思うんです。どうしてもこの車体の上下、側面ですね、これ丸っきり縦にしちゃうとストロークが短くて塗りにくいんで、それで斜めにやってます。これも理想を言えば次の斜め塗装は反対方向、こういう方向の斜めにやればさらにムラは少なくなりますね。そうね、この前後リアとフロントに関しては横長なんで、これ特に縦横気にしないで塗っちゃっても、そのエアブラシのこの範囲の中に収まるはずなんで。で縦横と1回ずつ塗ったんで、今度2回目縦横は、ちょっと時間ゆっくりめにエアブラシを動かします。じっくり塗るようなイメージですね。今これ屋根のところ、フロントウィンドウ当たるところで止めて、前からはボンネット終わってフロントウィンドウ当たるところで止めてってやると塗りやすいと思います。この時点で今やってるみたいなホコリのチェックですね。で下サフェサに行ってたとしても、もう50万ぐらい塗るんで消えちゃいますから。こんな感じですね。ジャーマングレーだけ塗った感じ。結構キメが細かい、ちょうどいい濃度だったな。すごくキメが細かい感じで、今何やるかっていうと中研ぎなんですけど、ソリッドカラーの場合、僕はこの中研ぎを入れてます。ただこれかなり綺麗なんでやらなくてもいいかもしれない。中研ぎすることでどうしても霧ですか、ミストが直前に塗った面に乗っかっちゃうとザラッとなっちゃう。でも気をつけて塗ってはいたんですけど、多少ざらつきがいっちゃってるとこもあるんで、それ触ればわかるんですよ。要はそのざらつきを軽く落としやるとす程度ですね。だから皮一枚も剥いでないです。あん
んまりこれ今2000番なんですけどね、2000番で削ってるとあんまり変わらないですね。削ってるところ削ってないところとの違いがあんまりないです。これもクリアは乗っけてないんで、この場合本当に気をつけてやんないといけないんですけども、触って指で撫でてちょっとスベッとした感じがしてればいいのかなと思います。こっちは全然ないね。あとは指で撫でてちょっと引っかかるような感じがあったら、そこをこう集中的に、集中的にってことじゃないんですけど、これ今回タミヤのラッカー本当初めてなんですよね。缶スプレーも使ったことないんで、すごくきめが細かい。中研ぎいらねえな多分。いや、なんか次からタミヤの指定柄使いそうだな。ラッカー売ってればいいんですけど、売ってないですよね。瓶のラッカーがネットでしか購入ができないんで、カーボンパターン、ウィングとかね、そっちもやっちゃおうかなと思って、デカール貼ってからクリア乗せるっていうのがあるんで、あっちはでも必要はないか。なんかやっちゃいますか。じゃあこれ、デカール貼りですかね。ちょうど今さらっとした表面になったんで、この上からデカール、シルバリング起きないと思う、こんなにさらっとしてるなら。では次回はデカールを貼っていきますか。でその後クリア塗装までいけると思いますので、それではまた。